この腕の脇刺すんですよ。おお。ああ。うわ。マットじゃねえところでこれ緩めないともう絶対折れますね。今更だけどさ、みんな危ねえことやってるよね。あ、そうなんですね。スパーッときて、ここ肘決めながら、こっち持ってます。で、前にここ決めながらと危ないのでちょっと緩めます。緩めながら前に。これ危ないですね。これ本当に折れますね。そう折れます。これ近いっすよね。近いですね、今の技。近いです。まあ投げないんで、対等してる時に取らせたくないので、この腕の脇刺すんですよ。おお。脇刺してから何かをして、離して反対の手を取ります。でこのままこう。あ、十字。でこのまま回ります。投げるんじゃないですよ。回るんですね。回るんです。さっきのでんぐり返しみたいな。ちょっとゆっくり回って。これ折れません？これは危ない。これ折れます。これ折れる。離してもらって、確かに離さないと危ないですもんね。このままこれやばい、本当にやばい。担当で腕刺して、で何かここで当て身かなんか入りながらドーンっていってからこっちを押さえて、で本来はこれで捨て身はまずいですね。いや、無理。ゆっくりゆっくりで、今回は緩めます。緩めた状態でこれ緩めないともう絶対折れますね。えぐすぎますね、ちょっと今はこう足を越えたんですけども、本来はこの股の下。引っかかるように。そうなんですよ。これも捨て身でやるんですか？捨て身です。もう完全にじゃあ受け身というか逃げ場がないようにしてるってわけですね。そうですそうですそうです。このままバーンって投げてしまうとまた来るじゃないですか。なので転がって今投げました。ちょっと転がってもらっていいですか？こうなって自分もこうなってるわけですよ。なってる時にここから取りに行きます。うわこれね、ここで腕4の字みたいに決まってます。なるほど。でもこのクロス系は結構合気道にも安全な形はあります。こう両方の手で持ったやつをこうやってこうクロスそしてこうこれ安全な。はい。すげえ。でさらにこれにこっから腰投げみたいな形でマットじゃねえところで何も今言わないでやったよ。知らないです。あるんですよ。計算用の。普段そんなに受け身取ってないんで。あれをほら緩めないと危ないちょっと似てますよね。そうですね。ハチ先生ロック技あります？ロック技一本手があるんですけど、一本手がこっちに入るんですよ。逆にこっちに入るんですけど、こうやってでこの子入るんですよ。でそれがこうですね。このままこうやって持っていくんですけど、これは折れるわ。これの一本釣りなんですよね。まあだからよく見るやつですよね。これそう。はい。でもこれ大体腕利きだとこう下ろすと手入れてくるんで、このこうやって私もいいですか？これめっちゃ危ないですよね。そう似てますよね。この逆関節って本当これ入れられては緩めることできないですもんね。はい。本当こう取っててこういくんですよ。このままこのままこう折るんですけど、ここですもんね。入ってくるんでこれをしゃがむんですよ。こうやって。はい。この時しゃがんでこう抜けちゃいました。ごめんなさいね。抜けちゃいましたね。カツカナって背負わない。背負いじゃないっていう。背負ってください。背負わないと危なかったですね。そうなんですよ。乗せないスタイル。クッションに乗せてマットなしで。乗せてマットなしで。乗せるでも下の一本違いなんですよ。こうなんで。でも逆関節一本取りなので、普通一本取りってこっちなので。そうですね。で今のをこう沈め込むと。これ今更だけどさ、みんな危ねえことやってるよね。美しい合気道。合気道でもこう逆関節系でここで肩で、普通は肘なんですけど、実際こう肩から。
そっちに投げるんですね。前に投げるのがあるんですよ。天谷先生あります？そう逆にあるんですね。白川さんさっき天秤っておっしゃったんはいですか。はいそうですはい。それどう入るんですか。ちょっとゆっくり。天秤だとこう肘に当てます、はいで投げるときにここは逆で決める、はいで返すと前に力いくのでここで前にそう投げる、あ、なるほど。カイナも変えますもん。そう返ら返してここで強くなるでそこから水平に直進に行くでそれを危険なので私は脇のところでやれば同じようにかかるので痛くなくできる。そしたら痛くないですよね、痛くないけど力はかかるので、こう投げられれば安全。耐えると言っちゃいます。耐えると言って耐える。ああ面白いですね。先生のうちのは似てるなと思ったのは、うちはね、内に取るんですよ。こう上に取るんですけど、こうやって回転させるんです、上に。で、上に回転させたら、でこっちは下に、だからこういうベクトルかかってるんで。すごい今ねギュインってねじられた。でここに急所があるんで、ここにすり上げるんです。で今度は逆回転です。逆回転で。そうそう。ゆっくりゆっくりゆっくりやめたこの状態でスッスッすごいすごいすごい。何にも耐えられない。もう白川先生のも耐えられないんだけど、なんて言えばいいんだろう。掃除機に吸われてる感じがする。もうそのヒュッっていう感じ。いいですよ、ここのとこがスパーンと入りますもんね。確かにでもこれ面白いですね私見てないです。これはでもマットなしで大丈夫です。これ結構合気道的ではあるので。こっからそっち行っても大丈夫ですか。はい。シュッつって美しい、さすが。林さんこういうこれですよね。普通のやつだとこう。こういう感じ。で、天谷先生さらにこう。林さん、天谷先生、この回転から。俺。先生、白川先生の弟子じゃないから、もうちょっと手柔らかに。全然大丈夫です。おお。あれ折れると。これほら脇のところに入ってるの折れないんですよ。そうです。肘に入ると折れるんですよね。いや、そうですね。ここだと折れなくて、そういうだけいくの。でもあれ本当に折りに行ったら折れますね。そう、今折れたと思います。逆関節の瞬間のやつは本当に危ないの。だから競技とかの逆関節の瞬間なんか全部禁止になってるんです。そうですよね。競技はできないです。はい、終わっちゃいます。そうなんです柔道とかでもやっぱ逆関節を決めながら投げるってないくて。そうなんですね。だってもうね、こうひねりながらブワーって投げたらそうですよねもうあれです。もう安全には投げないので。だから禁止になってるんでしょうね。はい。なんか入りが面白いですね。そうですね。入りなんか全部違うんで。みんな違ってすごく面白かった。天谷先生と林先生のもうえぐすぎません？ちょっと。いや十分あなたは。でもやっぱ私美しい合気道なので、それを危険な技をやっぱ安全にしておりますので。いや危険って言ってるよ。いや危険な技を安全にやってるので、やっぱもう二人は怖いなと改めて。うちもだから組み手の時とかは投げないんですよ。やっぱり最後まで投げ切ると危ないんで、ここまでもこう入ったらもうこれで終わりだよね。もうやられたっていう。とかもうこう入ったらやめちゃいます。でもこう来た時のやっぱここにこうやったら。やっぱり白川先生一番高いんだよね。身長的にはここ今このお三方の中では低いはずなんだけど一番高く持ち上げられるの。なんかそれもなんか美術のなんか色が出て面白い。入りが違うんで面白いですよ。うち絶対当て身とかなんか攻撃の延長に入るじゃないですか。だから右が来ようが左が来ようが投げるんですよ僕らは。こっちの声入るし、こっちの声はこっちが入る。一緒なんですよね。こう入るんですよ。肩の形は一緒だもんね。確かにでもこの合気道でもこっちから入るのとあと逆側でもだったらこっちなんですよ。技が違うんですね。ここからお気をつけ。今ちゃんとこう手を持ってくれてるからね。そして今しれっとちょっと決めてんだよね。天谷先生両方入ります。両方ありますよ。さあ行くぞ。こう来た時にまあ当て身ですね。はい。でこっからこれね脈取りって言って、合気道にもありますか？いや脈取りないです。脈は取らない。そうないですないです。神経そう天谷先生のやっぱ神経技ですよね。こう入ってからここを取っといて、でこっち側でまたここを取ってるんですよ。でこのまま入るんですよ。天
一つ一つこう神経を潰してきますもんね神経潰してきますよね細かいですよね、細かい技が。は合気道は優しいんですよ。同じようにやって、ここほら神経ずるさないでむしろ柔らかい、はい柔らかくて腰、相手の腰をふっと関節決めながら切って、ここから投げたり、腰やで投げたりするって感じです。でも天井先生もう神経潰してますもん。い。やっぱりこういう怖い。技術の色が出て面白いですからね。でもそれはでも本当ケーブルユースもそこはやっぱり実践武術系。そうですねやっぱり一回上げるんですか。合気道は分かりませんけど、はいうちの場合は低空の方が、はこう相手の反応があんまり取りづらかったりするんですよ、はなので、相手がこう逃げにくいので低空で入ったりとか、はなんかこういうまだ始まってないような時に、はいもし取れたとしたら上げます、上からこうわちゃわちゃわちゃってなってる時はもうさっといく感じなんですそうですわちゃわちゃやってる時にスッと上げると冷めるんですよ相手があうーって上がってくるんであ、なるほどなるほど。はい、その間にじゃあ落ちるのも見えるじゃないですか、はい落差があるんで、はうまく落ちればダメージがでかいんですけども、はいその間になんとかね暴れて腕が決まってても腕一本捨ててっていうふうに考える方もいらっしゃるでしょうし、ん要は可能性とか確率っていうのをいかに上げるかうん下げるかみたいな考えのもとをやってるんで、はい、い。うちはね上げないんですよ。今たまたまこうやって危ない上げてるんですけど、下がっていくんですよね。ファイヤーマンズキャリーに近いんですかね。そうですね。下がって頭から落とすって。そうですね。これ今こうやってこうやって担ぎ上げてるんですけど、これ担いでるんですよ。この担ぎがないです。このそのまま持っていくんで。はい低空ですね低空ですねはい。で、だからやっぱり投げるっていうかこう攻撃のバーって入ってバーってこの延長に入るんで、もう地面近いもん。このままこのまま持ってこの頭を持ってくるんですよ。はい。投げるというかこのまま連れていくとは実際そうですもん。なかなか上げるのってね戦いの中で難しいですもんね。そうですね。もうなんか今おっしゃった通りこう上げるのもね。でも有効的そう状況によってありますもん。はい。まあそうですね状況によっては上げる、雨目先生の身長で上げられたらもう上げた時点で折れてますよね。こう折る技ですよ。正直投げるというより折れてるんですよね。これってこう入ってるから上にこう行くんですよ重心が上に上がるってことでですこの角度も重要でこっからこう入っちゃうとあ肩関節に変わって、はい要は四方投げのようなはい感じになっちゃうんです、これここで決めるんですここはい頭がここに入ってくる肩がここに入ってくるそうするともうここでこう浮いてんすよ。浮きがあるから開くからそこに入れるんですよね。はいじゃあ手首関節を取れないじゃないかっていうなんかそのこんなやってる時にこういうことできるかみたいな、それはできる時にやるじゃないですか、はいできない時はわざわざ狙わないじゃないですかなんですけど、まあ、仮にこう入るとして手首取れないとしてもやっぱり脈取っていくんで、まあ例えば内側は外にもあるんですよだから外に入っといてこれね、見てる人全く分かんないと思う。全く分かんない一定のなんつうのかな脈って言ってもこれは神経ですかね、骨なんかね一定うちはまあ脈って言ってですね。外ケーブルではそうですね、はい、要は脈取りって言って外脈あ、そうか、経絡みたいなもんか。多分そんな感じかな。なんか違う、痛みが違う。だからあーってなる、耐えられない。でそこでまあ当て身から入って取るか一緒に同時に取るか意識をこうずらしてここで痛いってなりましたそしたら当て身バーンと入れてからこっちに意識止めましたそしたら持ち替えてでここからすげえ面白い。面白いですね。面白い、めちゃめちゃ面白い。美しい合気道。はい、ということで今回は、五十流そしてケーブ流のさまざまなもう担ぎ上げとステイまで見せていただきました。本当に勉強になりました。ありがとうございます恐ろしい技ですよね。やばいです、やばいです。もうはい全部受けて全部やばいです。そうやっぱりなかなかこう関節決めて担ぎ上げる、関節決めながら完全に自分の体を捨てて投げるっていうのを最後までやるのは難しいですよね。そうです難しいですね。でもこういう信頼感があってできるっていうね。確かにそうですね。いや、俺もお三方もう信頼してるんで気持ちを預けて投げられる。そうですよね。下手な技術やったらもう本当折れちゃうし練習にもできないので確かにそうですねまさに相手を倒す
一撃一発で倒す技ですそうそう、こう練習する時っていうのは、まあ、道場によって流派によって違うと思いますけども、理解が必要ですよね。理解必要です。自分が何されてるのかとか、でそしたら手の内緩めても、ある程度こう寛容にしても別にね、そうですね。いいじゃないですか、はい理解してるんであれば、はい。やっぱりさっき言ったこの止めて止めて投げてやるっていうのが分かってないと、その後かかってくるんですよ。分かってないからね分かってないすぐもう投げるしかないんで、ガンツゴッと仕掛けるしかないんですけど。それこそ雨宮先生のねこの手首の決めも、本来だったら決めたままじゃないですか。だけど分かってるしこっちも決められてるって分かってるから、もうそのままっていう感じになりますからね。あで決められたら投げられましたねっていうそうそうそう稽古で終わるはずなんですけど。ということで、よいこのめさん、ぜひ真似しないでくださいね。本当に危険なのでね。本当に危険だよ。本当に危険なので。みんな笑い合ってますけど、やばいことやってっからね。冒頭で言ってくれたなんか他の違いってもしかしたら今明確にこれかもしれない。あ、でもそう、確かにそうかもしれない。あんまり投げ技ってやってないですよね。ないと思う。はい、試合ではやらないんで、危険なで、合気道は逆に安全に投げるように、そういうふうにやって広めるようになってます。いやー僕あんまり投げられないんですけど、投げられ気持ちいいですもんやっぱり。あ、そう、気持ちいい投げなんですよ。ね。綺麗に投げる軌道に連れてかれるんで。綺麗にこう。ああ。っていう感じですので。ということで皆さんご視聴ありがとうございます。ぜひ隼人先生のチャンネル、雨宮先生のチャンネル、ケイさんのチャンネルご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストライクは日本武道連盟を除名になった奴らが作った半グレ集団よ。ポリが怖くて仕上げができるかお前ら。俺たちで何とかしねえとな。行くよ。宗家、まさかあなたまでも。なんで？人を殺してまで守った娘と今度は殺し合いか。